ドラゴンクエスト40周年記念を祝してトレセン学園生にドラクエの装備を着てもらおう配信を企画しあらかじめ個別に撮影しておいたドラクエ装備な学園生をトレーナーに見てもらうラブズオンリー U。祝、ドラクエ40周年。イエーイ。とてもおめでたいわね、トレーナーくん。そうだね40周年を迎えることができるなんてなかなかあることじゃないと思うの。つまりそれだけユーザーから愛されているっていうことよね。悲しいことだけど現実として続編がついえてしまうゲームとか会社自体が倒産してしまったりとかいくらでもあるもの。そんな中で40周年よ。私の年齢の3倍以上もの長い時間ラブを集め続けるなんて医療以外の何者でもないわ。俺もそう思うよ。そしてなんというか、全 RPG の基礎になった感はあるよね。世界を手中に収めんとする悪者を選ばれし勇者が倒すっていう王道ストーリーね。ここら辺は日本人の感性に刺さったところもあるんじゃないかしら。どういうことかな？ほら、時代劇とかいい例よ。暴れん坊将軍だったり水戸黄門だったり昔からあるじゃない？そういう文化もあるから悪者を懲らしめる完全懲悪のお話が日本人には受け入れられやすいのかも。なるほど、それはあるかもね。ところで私がトレーナーくんの手中に収められるのはいつになるのかしら？急に何の話？ 5 本。あと俺的にはキャラデザモかな。そうよね、絶対それはあるわよね。堀裕二さんのなんかよくわからないスライムの原案をあんなに可愛らしく仕立て上げるなんてさすが鳥山先生よ。スライムとかドラキーとか最序盤のモンスターは当然として強いモンスターでもどこか愛嬌があるよね。私ギガンテスとか結構好きよ。ああ、各ゲーマーのラブズ的には武闘派モンスターが好みかな。でもブリザードだけは許さないわ。何があったの？ロンダルキアへの洞窟抜けた瞬間にザラキで全滅させられたんだな。難易度が高い洞窟抜けた先で理不尽全滅とかやってられん。一応リメイクでは命の石の存在とかマホトーンの命中率とかで緩和されてるから。マンドリル。そうですね。やっぱり僕は王道を行く、ストーンビーストですかね。未だに納得いってない。あれ絶対に調整ミスか配置ミスだろ。ちょっと待って。野獣とビーストをかけた激うまラグやん。でもあれだね、ラブズから RPG の話題はちょっと珍しいよね。そうね、私はいつも格闘ゲームばっかりだから。かといって別に他のゲームが嫌いとかそういうわけではないのよ。リメイクされたドラクエ1、2もすっごく楽しめたわ。サマルトリアの王女が仲間になったり新要素も追加されたもんね。サマルトリアの王女役を務めたカレンさんやムーンブルクの王女役を務めたタキオンさん、それぞれの演技も魅力的でね。でもブリザードだけは絶対に許さないわ。わかったから。ともかくわざわざドラクエの話をしたってことはそれに関連する何かがあるんだろ？鋭いわね、トレーナーくん。私ね、面白い企画を打ち出したの。ほほう、どんな企画かな？ふふふ、聞いたらトレーナーくんびっくりしちゃうかも。なんだよー、ジラスじゃん。トレセン学園の馬娘にドラクエの装備を着てもらおう配信。ドラクエの装備を？実はドラクエ40周年記念に合わせてこっそりと企画の準備を進めていたの。そうなんだ、それは気がつかなかったな。みんな一堂に会してっていうのはさすがにちょっと大変だから各人の装備姿動画だけ個別に撮影済みよ。その方が良さそうだね。みんなレースやトレーニングの都合もあるし。どうトレーナーくんも興味あるわよね？面白そうじゃん。トレーナーくんもそう思う？それでこそ私のトレーナーくんだわ。ドラクエらしいと思ったんだよ。ドラクエのゲーム内にもベストドレッサーコンテストとかおしゃれ度を競うイベントもあるしさ。学園の馬娘はみんな可愛いからきっと映えるよ。そうなの、本当にみんな素敵だったわ。それで今日はトレーナーくんに先行でみんなのドラクエ装備姿を見てもらおうと思って。それは楽しみだ。ドラクエにはかっこいい装備とか可愛い装備も多いからな。期待してくれていいわよ。装備もそうだがメンバーも気になるところだね。デュランダルなんかは騎士なんだし奇跡の剣と神秘の鎧とか似合いそうだし。ふふふ、そこら辺は見てのお楽しみよ。軍師殿わしの装備が捨ててこパンツとお鍋の蓋じゃー。じゃあ始めていくわよ。ワクワク。まずスイープちゃんにはエッチな下着を装備してもらいました。はいやきついでしょ。きついわけあるか、スイーピーにはブカブカだろ。スイープさん、誘ってるんですか？
ザグズ、待ってくれ。どうしたの？トレーナーくん。それは何かの法律に引っかかるのでは？ちょっと何を言っているのかわからないわね。というか気難しいスイープ東証がよくこんな企画に乗ってくれたな。古の時代の魔法使いが魔力を高めるために日頃から着用していた装備を着てみない？って声をかけたら2つ返事で OK だったわ。そうなんだ。ちょろすぎる。でもスイープならドラクエに出てきても違和感ないとは思う。じゃあ次ね。いきなりエッチな下着とか先が思いやられるんだが。危ない水着はフェノーメノさんが着用しました。は？ハレンチ罪では？学園の風紀が乱れる。恥じらう姿で大幅な加点よ。いや、よく着せられたな。メノトレさんのためにって言ったら悩んだ末に着用してくれたわ。それフェノーメノを騙したことにならないか？そんなことないわよ。私はメノトレさんのためになると信じているもの。そう。次に爆心王さんが遊び人の格好に。模範的委員長とは？爆心うるせえなこの遊び人。模範的なバニー。桜一族ならローレルの方が良かった。ローレルは H すぎるからダメ。踊り子の服をターボさんに着てもらいました。まあツインターボは以前マルゼンスキーたちとボディコン着てたしな。色気もクソもねえ。バニー一式はキングさんにお願いしたわ。なんやかんやでキングヘイローは来そうな気はする。引率のみでありながら自前の水着を披露する女だ。間違いなく着る。私がバニースーツ。絶対に嫌よ。何でもするから？はあ、今回だけよ。アルダンさんに天使のレオタードを着せちゃいました。これはベストドレッサー賞かもな。お清楚。さっきからラグズダイスがあまりにも的確だな。パンドラさんにはビキニアーマーを装備してもらいます。ノリノリできそうな気はする。マロビ出ちゃう。プリファイが好きだったくらいだし本人は魔法少女系とかのが好きではあるんだろうな。般若の面はジュランダルさんね。そうきたか。わーがーキンミー。十分とスケベボディしてるくせにギャグ担当するとはさすがジュランダル。クロノちゃんのシルクのビスチェ姿もなかなかにラブね。さっきから中等部低学年率高くないか？黒のミシルクのビスチェはいかんですよ。猫の着ぐるみはうららさんね。こういうのでいいんだよ。かわいい。さっきからラグズダイスが的確だな。配信用の仕込みに見えてくるぜ。ユニバースさんの性格がセクシーあるに。確かに変わった子ではあるがそうはならんだろ。変な電波受信しちゃったか。セクシーユニで申し訳ない。ユニちゃんがセクシーな次元があったっていいじゃない。シリウスさんにピンクのレオタード。意外と好きそうだよな。人前では絶対に隠してるがそういう系が好きなシリウス概念あると思います。早秀さんに神秘のビキニ。なんか本人が着る意味がデータとして存在するのであれば着るんだろうな。大丈夫？血肉はみ出ない？破壊の剣はカジノさん担当ね。カジノドライブ？アメリカがデストロイされてしまう。ざっとこんな感じね。そっか。トレーナーくんは配信当日神田田のコスプレで出演ね。お断りします。せっかくのドラクエ40周年おめでた企画なのに。だからって俺が神田田姿って誰が得するんだよ。私とか。視聴者に配慮して。それならオルテガでもいいわ。同じだから。やっぱりさ、この企画は中止にした方がいいんじゃないかな。トレーナーくん。ひどい、なんでそんなこと言うの？せっかくみんなにドラクエ装備を着てもらったのにそれはあんまりよ。ああ、まあそうかもしれないけども。冷静に考えてみたら色々とまずい部分も多い気がするんだよね。俺は一向に構わんが。ラモーヌさん、どうかいけない水着をですね。俺のターン、光のドレスと銀の髪飾りとピンクパールをピサに装備させるぜ。せっかく考えた企画なのに。なら別の企画を考えようよ。俺も協力するから。おめでたっぽい企画だろ？何がいいかな？トレーナーくん。協力、してくれるのよね？ああ、俺にできることなら。じゃあ私たちのおめでた配信のための準備とか。ラグズ？何を言っているんだ？大丈夫。ここなら誰も来ないわ。しまった、はめられた。はめるのはトレーナーくんよ。いつも思うけど細江純子氏がいるの怖すぎるだろ。細純も馬娘世界の仲間だから。
馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。